はい、皆さん、こんにちは。プログラミング序論 B の、授業を担当している宍戸です。この動画では、とプログラミング序論 B の、演習課題の、やり方の説明をしていきます。で、1週目の、プログラミングの流れと、メモリ空間の変数の関係、の、授業に対する、演習のやり方に、なります。まず、課題1の1ですが、コンパイラー GCC を使ってソースコード、をコンパイルする作業について、以下の問いに答えてくださいという課題になります。で、これは、本来であれば、計算機室で、一人一人、コンパイル作業を行っていただいて、各オプションについて、実行して、課題を解いていくんですけれども、今回は、動画を使った授業ということで、こちらの方で、GCC を使ったコマンドを実行する動画を、作成しましたので、その動画を確認しながら、この演習課題に、取り組んで、ください。はい。ほとんど正解のような動画なので、自分で、計算機室で、後で確認するのが、一番理想的なやり方かなとは思います。次に、課題1の2の、分割コンパイルということで、これは、ソースコード0101を、メインと、サブの2つのファイルに分割して、コンパイルして実行してくださいという演習課題になります。で、これは、まず、ウェブブラウザを開いて、この URL を検索してみてください。で、ウェブブラウザは何でも、いいので、ここでは Chrome を使いますが、この URL を実行すると、PyEther という、ページが出てきます。で、これはほとんど無料で、アカウントを作る、必要も、ない、バージョンになります。で、この左側の、コードを、試してみるというところのボタンを押すと、コードを自由に書くことができます。今、デフォルトの言語ではPHP となっているので、ここを C 言語、この C というのを選びます。そうすると、自動的に main.c というファイルができます。で、ここの課題では、分割、ファイルを分割して、2つの、ファイルを、実行するという課題ですので、もう一つ、ここの、タブを、プラスボタンを押して、このファイル1っていうところをダブルクリックして編集します。そこで、サブ C という、ところを打つと、サブ C というファイルができて、これでメインとサブ C、2つのファイルが出来上がります。で、課題の内容を見ると、まずこの課題1の2では、二変数の平方根の加算を行う関数、を新しく作成して、この、プログラム分割を記述しなさいという課題になっています。で、これはソースコード0101というものが、サンプルとして上がってますので、これを活用してください。ソースコード0101というのは、この、ような、ソースコードになってまして、これをコピーして、先ほどのこの PyEther に実行すると。出るのかな。はい。そうすると、ここの実行ボタンを押すと、この出力がされるということになります。で、この課題では、このスクエアコードの関数を、ファイルを分割して、このサブ C に書き込んで、こっちの関数を読み込んでくださいという課題になるかと思います。なので、実際、やるのは、この main.c というファイルの編集と、
その、サブ C という、ファイルの中に、ソースコードを書き込んで、で、2つ、実行して、2つのファイルを書き終わっプログラムし終わったら、この実行ボタンを押して、同じ答えが出るかどうか、を確認すると。こういう課題が、課題の1の2になるかと思います。次に、課題1の3ですが、今度は、ソースコード1の、4を使って、次の問いに答えなさいということです。括弧1、括弧2ありますけれども、括弧1は、この2つの、ファイルを実行して、出力、どんな出力がされるかということを、述べなさいということです。なので、0104、と、0104のメイン C と、これをコピーすると。0104のサブ C。これをコピーすると。で、実行ボタンを押した時の、出力が、この、課題1の3に、の、括弧1に、なります。その時の、このプログラムの中身、どういう動作になっていくのか、メインが呼ばれてから、一つ一つスレッドが進むにつれて、どういうふうなアルゴリズムになっているのか確認して、それを説明しなさいというのが、括弧2番の課題になるかと思います。で最後、課題1の4も、同じように、ソースコード1の5を、使って、次の、問いに答えなさいということです。で、同じ、課題1の3と同じように、ソースコードが変わるだけで、2つの、プログラムを、同じように走らせます。これも、ソースコード0105のメイン C と0105のサブ C、これを使いますので、0105メイン C を、コピーして、メインの方にコピーします。0105のサブ C も、コピーして、すいません。で、あとは、実行ボタンを押すと。そうすると、課題1の4の括弧1の出力が出るかと思います。本来であれば、こういったプログラムを、最初の、課題1の1で行う、コンパイラー GCC を使って、一個一個、コンパイルしていく作業になるんですけれども、今回はちょっとオンラインでのプログラミング学習ということで、その、毎回この PyEther を使って実行ボタンを押してコンパイルするんですけれども、GCC でコンパイルして出力されたと思って、ちょっと授業に演習に取り組んでいただきたいなと思います。はい。1週目の課題の説明は以上になります。わからないところとかありましたら、TA さんに進んで聞いてみてください。以上が、課題の説明になります。